はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はマップ紹介といたしまして、アークサバイバルにおいて最高難易度マップ、超度スコーチドアースについてご紹介していきます。アーク2番目のストーリーマップになってるんですが、こちらに関してですね、スイッチ版でも出てくるところもありますので、改めて主にサバイバルにおいてですね、ご紹介していこうかと思います。基本ベースとしては、スコーチドアースのみで戦争とかですね、考えずにご紹介していく部分となりますので、よろしくお願いいたします。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、本編スタート。主に他のマップと違う難易度が上がる部分に関してこちら。まず砂漠マップになっておりまして、水資源が極端に少ないです。川とか海とかですね。オアシスとかはあるので一応なくはないんですが、他のマップよりは極端に少ないと思っていただければと思います。あと、肉に関しても腐りやすくなってますので、なかなかですね、霜降り肉ですね、集めるにも維持がしづらくなっております。なので、テイムに関しても結構難しくなりますね。あと、気温が超高温になっておりますので、熱中症であったりですね、あと、普段にない水の蒸発などもございまして、なかなか水の確保っていうのも難しいところになってます。水分値の減少が激しくなっております。さらに特殊気候として3パターン、熱波、砂嵐、雷雨がありまして、各種生活を阻害してくるという部分があります。あと利点としてなんですが、唯一無二のフェニックスの出現マップでもあります。一つ一つ詳しくですね、ご紹介していこうかと思います。ではですね、まず、水の確保ですね。サバイバルにはやはり一番重要な部分になってくるんですけども、確保の前にですね、先ほどもご案内しましたが、通常ですね、川袋の場合は水が減っていくんですが、水瓶であったり水筒に関してはですね、通常は減らないんですが、このスコーチドアースに関しては、このように飲んだわけではなく、少しずつですね、蒸発して減っていくものになります。これは、こちらのテックスイートに関しても同じように減ってくるというものになっております。もちろん川袋も少なくなります。なんで、なかなか水が消費されやすいというところになっています。これに関してですね、水の確保についてご紹介していきます。まずは基本ですね。オアシス。主にオベリスク周辺といくつかの水たまりっていうのがマップ上にあります。一応地図的にはこういった感じ。あとですね、このように各所にですね、こういう水脈があります。ここで直接水を飲むこともできますし、あと装備としてですね、このように井戸を設置して水を汲むこともできます。徐々に溜まるっていうものね。これに水道管をつなげてですね、拠点に水を引くっていうことも可能です。初期はできなかったんですが、今現在としては工業用調理器具でも利用することができます。あと生物部分なんですが、一時的な確保としてこのようにジャグバグですね。こうもするんですけど、ここから水を飲むって出ますんで、近くによってゲームはできないんですけど、水を汲むことができます。一応ジャグバグですね、2種類ありまして、この過去水のタイプと過去油、オイルが取れるタイプのものと2種類ありますんで、間違えないように見つけていただければと思います。あとですね、こちらのモレラトプスくんですね。
こちらに関しても水を抱えることができまして、こちらはテイムができるんですが、このように水辺でですね、水を補給することができまして、こちらからですね、インベントリー内に水を満たしたりとかですね、逆に水筒などから水を移すこともできます。で、水を飲むっていうこともできます。一応、水を持ったままですね、ポットに入れることもできますんで、ポット持ってる場合は、ポット使いながらですね、必要な時に出すっていうことも可能ではあります。一応ですね、このように入れていただいて、この状態でインベントリー内の水を満たすっていうので消費してですね、このようにインベントリーの水を満たすこともできます。これに関しても水辺に行ってですね、このように補給されることもできます。あとですね、このように石及び金属で貯水槽を作ることができまして、これに関しても徐々にですね、雨が降らなくても水は溜まっていきます。ただ遅いので、一応ですね、あまり周りに水がない場合は使えなくはないっていう感じですね。これも一応水汲んできて入れることができます。続いて、高体温症についてですね。高体温に関しては、水分が減少していきます。おおむねどこにいても、ここに関しては高体温になってますんで、通常よりも水分減少が大きいということになってます。ここに関してなんですが、プラスアルファで熱中症っていうものもあります。こういった形で熱中症がかかってくるというものになります。どんどんですね、放置していると熱中症っていうのがひどくなっていきます。50% を超えると走ることがまずできなくなりまして、80% で視界が酔っ払ったような揺れる状態になっています。これのひどいバージョンですね。視界が悪くなると。ビールとか飲んだ時の酔っ払った感覚をイメージしていただければと思います。これに対しての耐熱の対策といたしまして、まず今着ている服装ですね。各防具に関してはですね、防熱防寒のステータスがありまして、今回に関してはこの防熱という部分ですね。一応初期の布装備に関しても少し防熱15ですね、つきますんで、そこも一つになります。ただし、革装備であったりと、毛皮装備と、キチン装備であったり、こちらの鉄装備であったり、あと、ライオット装備に関しては、防寒にはなるんですが、熱としてはマイナス数値になります。なので、この辺の装備はですね、基本的にちょっと装着するのは難しいというところになってきます。有効なのが通常の布装備とともにですね、このようなデザート装備ですね。あと、一番有効なのはこのギリー装備が耐熱としては一番強くなります。あと余談になるんですけど、スコーチドアースでは作れないんですが、一応ですね、ハザード装備に関しても防熱能力高くなっておりまして、実はこれが一番防熱としては高いものになってます。続いて建築物なんですが、今3種類、テック、鉄、アドベですね、作ってるんですが、鉄、石とかも一緒なんですけど、普通の建築物で建てた場合は、家判定はあるんで、多少効果はあると思うんですが、基本的に耐熱効果としてはないです。これは、このように、テックでも同じです。唯一、アドベで作った場合に関しては、このように耐熱の効果があります。なんで、基本的にはですね、スコッチドアースではアドベ建築委託になってきます。PVP であればですね、ちょっと壁二重置きとかにして外側鉄で囲ったりとかあるんですけど、上に被せたりとかですね、土台二重置きしたりとか、いろいろ対策をしないといけないんですが、PVE では普通にアドベで作っていただければと思います。あとですね、こちらのテント、スコッチドアースではもう持ち運び必須になってくるんですが、このようにテントを張ることができます。で、これに関してはいつでも回収ができます。で、入って閉じていただくと、ダメージは食らっていくんで、修理が必要になってくる部分はあるんですけど、ただし、こういう形で断熱効果アップのバフがつきまして、熱対策にもなるというところになりますんで、一旦熱中症になりそうであれば、テントを展開して少し休むっていうのが必要になってきます。いつでも拾うことができます。
次に、普通に水を飲んでもあれなんですが、このように冷蔵庫などで水を冷やしますと、このように氷水ができます。氷水ができますと、飲むとですね、バフがつきまして、このように涼しくなってます。っていう形で少し耐熱効果が乗ります。あともう一つですね、テックスイートに関しても、テックスイートモードがあるんですけど、低体温ってついてる方のモードにしていただいて、この状態で飲んでいただいても同じように氷水、涼しくなってますっていう形で耐熱効果がつきます。ちなみにテックスイートの方が時間が長いっていうことと、スタミナドレイン低下ですね。スタミナが減りにくくなるっていう効果もつくんですけど、氷水を使って体温を下げるという手段があります。あとですね、こちらのカリエンスープを飲むことによっても、プラス50の耐熱効果ですね。と、水の消費速度が 25% 遅くなります。15分ですね、効果があります。ちょっとレモンとかが必要なんで大変ではあるんですけど、スコッチドアースで一番効果的なのがこちら。この魔法のスープは水分の消費量を減らす。サボテンの香りには野生動物から見つかりにくくなる効果がある。であるんですけども、サボテンスープ、100の水分値の回復と 50% の水の消費を抑える。あとプラス60の強断熱の効果がついてます。あとプラスで主に皆さん使われているのはこっちの方が多いかもしれないんですが、最大検出距離を12メートルに短縮します。野生生物に見つかりにくくなるということですね。割とボス攻略であったりとか洞窟攻略で使われる場合があるんですが、コチワースに関しては水分量を減らす、この耐熱効果を上げるという生活に密接なところがありますんで、作成自体もレシピとしてはこちらになるんですけども、おおむねベリーですねとサボテンの樹液、あと水はもちろん必要になってしまうんですけども、先ほどのカリエンスープよりも断然作りやすい、しかも効果が高いというところもありますんで、効果はちょっと10分なんでこっちの方が短くはなるんですけども、作りやすい面数持ってですね、普通に洞窟攻略以外でも常に持ち運んでですね、ご利用いただくっていう部分があります。氷水よりも効果も高く使い勝手もいいというところにはなりますので、作るのは氷水の方が作りやすいかもしれないんですが、後ほどご案内しますが、家電製品もなかなか大変だったりするので、初期から割とですね、ちょっと調理鍋になるんで、水が大変ではあるんですけど、作れる部分にはなりますんで、かなり必須の料理になっております。あとですね、夜になると砂漠なので寒いです。そういう形で低体温症になって、一応家に入ればちょっと収まります。これに関しては別にテックとか、あと鉄とかでもいいです。続きまして、天候についてなんですが、主に注意しないといけない天候が3つ。砂嵐、雷雨、スーパーヒートというところになるんですが、順番に行きますね。砂嵐ですね。こういう状態になります。かなり視界が悪くなります。プラスアルファでスタミナの低下、あとインベントリーに砂がどんどん溜まっていくっていうのもあります。これに対しての対策なんですが、これに関してはこちらですね、デザートゴーグルをつけていただくと視界が良くなります。周りはちょっと削れてしまうんですけども、かなり視界が良くなります。普通に見えているのとさほど支障がないぐらいになってますんで、かなり有効になります。続いて雷雨という名前なんですが、雨は降りません。見ていただいた通り暗くなって雷が出ます。症状としてはですね、家電製品ですね、主に発電機とかですね、完全に止まるっていうほどではないんですけれども、建物内にあれば電源がオフになるっていうことはないんですが、ダメージは食らいます。あと重火器が使えなくなるという部分もあります。続いてがこちら、スーパーヒート。この形ですね。高温になりまして、空が赤くなります。
かなり画面も白くなる状態でモヤモヤが強くなるというところですね。この場合主に気温がですね55度以上の非常に高い気温になりまして、外にいるとほぼほぼ体力にダメージを受けたりと、あと熱中症の症状が出ます。これに対する対抗手段としても一つ、このようにテントですね。もちろんアドベの建築物でもいいんですが、入っていただくと耐熱効果アップ、ある程度防ぐことはできます。あとはアドベ建築の中ですね。一つここに関してなんですが、後ほど詳しくはご案内しますが、フェニックスに関してはこのスーパーヒート中のみ出現しましてテイムできるというものになっています。正確には灰になってるんですけど、それ以外の時、ただテイムできるのはこのスーパーヒートの時のみになっております。この気象予報としてですね、トビネズミくんが有効活用できまして、各気象変更が起こる前にトビネズミくんがそれぞれ対応したアクションを起こしてくれます。それをもとにもうすぐスーパーヒート来るなとか、雷雨が来ちゃうとかですね、砂嵐が来るので一旦帰るとか、ゲームのタイミングとかですね、あとテントの準備とかをする必要が出てくるということになります。それぞれ対応のアクションがこちら。まずは雷雨。続いて砂嵐。続いてスーパーヒート、熱波ですね。一応雨ですね。このように気象探知をしていただいて教えてくれるという能力があります。続いてテイムに関して、主にサバイバルとしての部分になるんですが、まず重要になってくるのがこちら、先ほどご案内したトビネズミ。こちらは気象予報ございますので、生きていく上でですね、スコッチダースではかなり必須になってくるものになります。続いてこちら、モレラトプスくんですね。これも水分の確保としてかなり重要になってきますので、拠点もそうですが、何か採取だったり冒険出るときですね、もう水の確保として連れ歩くのも一つです。ポットがあればポットに入れて持っていくのがベストですけどね。続いてこちら、木の採取担当としてですね、スコーチドアースではこのモロクトカゲになります。マンモスもビーバーもいないんでね。モロクトカゲに関してはビーバーと一緒でですね、このようにサドルに作業台の効果もついてます。あとはスコーチドアース買った人に対してですね、このスキンがついてますんで、通常であればこの状態になるんですが、手につけていただくと外豪華になって屋根がつくというところですね。スコーチドアースやってる地点ですでに持ってると思うので、これがついてくるよというところですね。あとは通常通りですね、運搬用のアルゲンであったり、鉄採取のアンキロサウルス、石採取のドエディクルス、あとロックエレメンタルっていう選択肢もあります。ロックエレメンタルは重量軽減はないんですが、採取としては効率が良くなってきます。一応ロックエレメンタルのハイントラップのご紹介もしておりますので、良ければ参考にしていただければと思います。あとはですね、カマキリを使っていただくと、サバイバーの武器もそうですし、ツールですね、装備できますんで、かなり幅広くですね、使うことが可能です。もう一つ重要なのが、先ほどご案内した通り、肉が腐りやすいんですね。なんで、肉食のテイムとして難しい部分もあるんですが、その時に役に立ってくれるのがこちら、アゲワシくんですね。肉でテイムできますし、テントに囲うこともできます。比較的テントを使えば楽にテイムができるものになっているんですが、一応肉に関してはですね、冷えの丼という選択肢もあるんですが、ミートパックつけてですね、肉の保存を持たせるという部分もあるんですけども、ちょっとテイムがめんどくさいですけどね。揚げワシに関しても少し癖がありまして、肉を持たせる場合ですね、例えば生物を倒したとして、このように剥ぎ取りをしてくれます。肩に乗せてるだけでですね。この状態であればですね、まずこのように肉の保存期限が通常であれば9分になるんですが、2時間20分ぐらい
ですかね、ぐらいに伸びます。霜降り肉も4分ぐらいから1時間ちょっとぐらいにまで伸びます。ただし、ここに関してなんですが、もちろん重量の部分もあるんですけど、直接入れることはできません。先ほどのように肩に乗せてですね、倒して上げ足に刈り取らせるという手段が必要になりますんで、一回ここからですね、移して戻すっていうこともできないので、ご注意ください。なんで、肉食のテイムとかするときは、肩に乗せるのは飛びネズミではなく、ハゲワシになってきますね。ただ、かなり1時間とか持つんで、プライムミートでのテイムもできるかと思います。スコーチドアースの目玉、フェニックス君になります。一応、プレイスターゲット、オンとかですね、オフとかありまして、まずはこのように飛行生物ですね。地面に着地できないという欠点はあります。生物を燃やすことができます。あとですね、攻撃として噛みつきであったり、攻撃をしたりとか、あとはこのようにして火の玉を投げるとかですね。それで燃焼させたりとかもできます。あとはですね、こういう形で爪の攻撃ですね。噛みつきよりも効果は高いです。燃焼効果もね。で、このように剥ぎ取ることもできます。特殊攻撃をした場合に、このように石も木もあらゆるものを採取することができます。これに関しては、このように鉄の採取もできます。まず、採取としてはですね、倒して肉の剥ぎ取りもそうですし、石、木、藁、サボテンの樹液ですね。あと、鉄なども自分で採取することができます。これは噛みつきではなくて特殊攻撃の方ですね。プラスアルファでいろんな効果を持ってまして、自動的にまず肉を焼きます。これは焚き火の効果ですね。あと、炉の効果もあって、鉄の方もですね、このようにインゴットを自動で生成してくれます。あとはもちろんオイルを入れてですね、皮と一緒に入れていただければ、ガソリンを作ることもできます。オイルはちょっと採取ないんで、このマップに関してはですね。なので、自分で入れないといけないんですけど、効率も通常の炉とかよりも高いので、霜降りこんがり肉ですね、作るにはかなり最適のものになってます。重量があるわけではないんですけど、すぐインゴットに変えてくれる部分はあるので、ちょっとした鉄を集めるにも便利ですね。特化はしてないんですが、結構万能的に有能に働けるものになってますね。着陸はできないんですけど、降りるときちょっと注意しないと落下ダメが怖いですね。あとは見た目がかっこいいっていうのもあるんですけど、あとですね、フェニックスくん、もう一つ特色がありまして、真珠を糞の代わりにします。稀に黒真珠を出します。糞のタイミングにはなるんですが、真珠を確保することもできますし、運が良ければ黒真珠を手に入れることができます。あと、フェニックスもう一つですね、スペースボタンを押していただくと、このようにスーパーダッシュみたいな感じですね。隠することができます。これすると、取り掛かるとですね、燃やすことができます。こういう感じでバーニングしながら飛び回る。ついでに通りがかりに燃やしたりとかもできますんで、移動もそうですし、一応攻撃でも使えるというものになってます。知らなかった。砂漠にスコーチドアースに羊いるんですね。ちょっと初めて知ったかもしれない。いないと思ってた。続きましてアイテムについて。スコーチドアースですね。特色があるアイテムいくつかありまして、先ほどの井戸もそうなんですが、このように油田が各所にあります。主にこの油田に関してはですね、東側に集まってます。これにですね、原油ポンプですね、つけていただくと自動で油を集めてくれるというものになってます。オイルの獲得もですね、ジャグバグとここに頼ることになってきますんで、数は結構あります。公式とかだとすでに取られていることも多いかとは思う。建築物に関してですね、風力発電機なんですが、これ今回ってる状態なんですね。白くなってるのが。こっちは回ってない状態になってます。この具合なんですが、基本的にですね、この風速が20を超えていれば回ります。この地名の風 20% って書いてるのはよくわかんないんですけど、もしかすると時間帯によって風変わる時あるんで、ここまで一応行くよっていう印ですかね。ここなら 46% あるんで、おおむね砂漠行けば 20% は超えてます。この辺ですね。内陸入ると風速は衰えます。
なんで比較的オベリスクの水辺の近くだと、この緑尾辺の砂漠側の方に拠点を建てると風力発電機使いつつ、ちょっと引っ張ってきてですね、水から引っ張ってきてっていうので、両方ですね、使えるというところはあるんですけど、ちょっと場所が限られてしまう部分は出てきてしまいますね。赤帯とかだとなかなか風力使えるところまでは大変なんで、建てる前にですね、一応風速見れますんで、来ていただいて、天候であったりとか、状態によって風力発電動いたりっていうのもあるので、その辺も含めてですね、計算していただければと思います。時間帯とかでも風速変わってきたりするんでね。あと肉確保に関して重要なのがもう一つありまして、こちらの保存時を手持ちで持つと保管期間20分ぐらいなんですが、各肉とかも手持ちの間隔が伸びます。恐竜に入れると通常ですね、今の現段階23分になってるんですけど、保存時を入れていただくと46分になりますね。倍ぐらい伸びます。で、これは持ち運びというよりはですね、テイムに使うときですね、中に肉入れるときとかに使っていただくと長持ちしますので、テイム中食べてる間に腐ってしまうっていうのを極力抑えるというところになる。特にプライムミートとか与える場合ですね。先ほどお話しした通り、ハゲワシに関しては、ハゲワシ内にあればですね、結構長時間持つんであれなんですが、生物に入れ直した時に関してはどうしてもいつも通りになるんで、その時に保存時を使っていただくと。あとはこのようにですね、食料保存庫に入れていただくと、通常ですね、10分ぐらいなのが53分になりますよと。もちろん8個入れてですね。これに保存時を入れていただくとさらに倍になるという部分がありますので、ここの有効性はやはりですね、ワイバーンミルクが冷蔵庫使えないんで、ここにしか入らない。で、昔はプレステ4保存時をですね、保存庫に入れれなかったんですが、今入れれるようになってるはずなので、ご活用いただければと思います。保存時用にも消費期限ありますので、これに関しても20分なんですけど、これですね、壺を使っていただくと、ほぼほぼ長持ちしますので、ここも必須で設備としては必要なものになってきます。肉食テイム行くときは特にですね、重要になってきますんで、肉腐りやすいっていう部分もありますんでね、この辺で長持ちさせるという部分もあります。あとはワイバーンミルクもそうなんですけどね。続いてですね、ここも何度かですね、ご紹介しているんですが、ブーメランですね。テイムには非常に有効なアイテムになってますんで、直接投げることもできますし、投げることもできます。あと、運次第でずっと使えるっていうところですね。壊れる場合は、ちょっとでも壊れるし、長持ちする時もあります。次に、ムチですね。ムチ便利なところはですね、この辺にアイテムを一気に集めることができます。コーチダース真珠、わかりにくいんですが、このような形で真珠が手に入ります。ここですね。だいたいこのオベリスク周辺ですね、水辺のところに固まってあるので、こういうのをですね、ムチでこうやって叩くと一気に獲得ができるという感じになってますんで、かなり効果的にですね、草集めたりとか、砂集めたりとかですね、結構採取に便利になってます。ムチに関してはですね、乗ってなくてもこのようにペットを移動させることができますんで、ちょっとした整理であったり、あと飛行生物に関しては強制的に着陸させることができます。結構使い勝手いろいろあって便利です。他のマップでも結構使えるアイテムにはなってるんですが、機能を使うんで、機能手に入るマップでないとちょっと作れない部分があります。続きまして、ボウガンなんですが、火や矢が燃えてます。これに関しては、このようにですね、矢に燃焼能力がつきます。継続ダメージを与えれますんで、かなり火力としては高いものに。なんで、割と洞窟攻略とかですね、有効的になってきます。次にですね、火炎放射器。こういう形で継続ダメージを与えることができます。一応燃焼の効果自体は追加能力ないんで、あと、肉を焼いたりとかはできないんですけど、そこそこ火力はあります。続いてスキンですね。まずはアイテム系になるんですが、こちら、松明につけるピンですね。こちら、槍ですね。投げ槍もできますし、あと、普通に鉄槍とかにもつけることができます。骨がついた感じ。
ね。次にこの形。剣がね、中国剣なのが謎なんですけど、剣につけることができるスキンになってます。それぞれ3種アーティファクトがあるんですが、アーティファクトと一緒に入っているスキンになってます。続いてですね、これですね、サファリハットになってまして、これはスコーチドアースやった人についてくるスキンになってますんで、スコーチドアースやってる人に関してはみんな持ってるかと思います。続いて、こちらですね。ワイバーングローブになります。これ一番好きなグローブではあるんですけど、獲得としてはですね、アルファワイバーンの撃破になります。これもデフォルトアイテムではないので、常にですね、アルファワイバーンを狩らないといけない部分がありますんで、結構大変です。比較的、このスコーチドアース、もしくはラグナロクですね。アルファワイバーンを分けやすいんで、撃破していただいて手に入れるというところになってきますね。一式装備してみました。マンティコアシリーズと言うべきなのか、鎧ですね。それぞれ獲得法が異なってまして、まず盾に関しては、マンティコア、アルファ、ベータ、ガンマ、どれを倒しても手に入ります。続いて、ブーツに関しては、マンティコア、ガンマを撃破すると手に入ります。ベータを撃破しますと、チェストピース、胴体ですね。あと、ガントレット、手の部分が手に入ります。あと、シルドですね。アルファでレギンス、腰の部分ですね。が手に入ります。ヘルメットに関しては、アルファデスワームか、ラグナークのアイスワームクイーンを撃破すると手に入ります。これにこれ持つとかなり騎士的な感じになりますね。マンティコア飾った闘技場があったんで、やっぱそういうところでストーリーがあったんでしょうね。あともう一つ余談なんですが、マンティコアシールドに関してはですね、記念品の台座に飾ることもできます。なんで装飾として使うこともできますのでね。各ランク倒してる間にですね、いっぱい溜まると思うんで、飾りに使っていただいてもいいかと思います。以上です。一応、ボス戦に関してなんですが、まずアーティファクトが3種類あります。あとは、それぞれワイバーンの鍵爪を集めていただいて、個数が違うだけになるんですけど、ワイバーン狩らないといけないですけどね。他のマップよりは、ボス戦、個数的には楽なものになりますね。マンティコアに関してなんですが、元マップの方には出てくるんで、大体ご存知の方も多いとは思うんですが、昏睡攻撃があるので、注意しないといけないです。あと、こうします。ボス戦ですね。一応、いくつも出てきますし、ユーティもいるんですけど、スコーチドアースに関してはですね、飛行生物も連れて行けます。なので、一応ですね、ワイバーンとかも連れて行くことができますんで、空中戦を展開するという手段もあります。で、昔はワイバーンですね。ブリーディングができなかったので、強さ的には変異を重ねたレックスとかの方が強かったりはしたんですけど、一応ですね、ワイバーンも強化できるようになったんで、比較的ワイバーンの方が楽かもしれないですね。飛翔されると地形的に結構大変だったりするので、マップ上ですね、光線を楽しんでみるのも一つだと思います。ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、もうすぐスイッチ版でも使えるようになるスコーチバースについてアーク界でですね、サバイバルに関して最高難易度のマップになっているかと思いますんで、少しでもですね、スコーチバース生き残っていくためにですね、ご活用いただければと思います。もちろん持ち込んでいろいろやっていただければ楽にですね、できるかと思うんですが、ぜひですね、一からですね、意外スコッチバース楽しんでいただいても面白いかと思います。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。